さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今私たちはフランスのパリに来ています。そして今日は今からポルトガルのリスボンに向かいます。ポルトガルといえばね、スペインと国境を接していて、また大西洋に面しているので、シーフード好きの私としてはね、食べることが楽しみで仕方がない旅になりそうです。リスボンといえばね、大航海時代に世界の中心になった場所でもあり、実はポルトガルっていうのはね、日本が初めてヨーロッパの国々で接した国でもあるので、非常に歴史的つながりが深い国であるとも言われています。でですね、リスボンっていうのは非常に坂が多い町であると言われているので、その辺もちょっと覚悟しつつ、公共の交通機関をうまく利用して、リスボンを観光してこようと思います。今パリからね、リスボンに到着したんですけど、なんとフライトが1時間半遅延しました。なかなかね、旅行中の1時間半の遅延っていうのは痛いんですけど、もう気を取り直して今ね、荷物を受け取って、こちらのリスボアカードというね、キオスク、チケット売り場の前に来ております。で、このリスボアカードが何かっていうと、短期間で主要な観光名所をね回る旅行者のためのカードでして、地下鉄、ケーブルカー、バス、トラム、一部電車がね乗り放題、そして主要な観光名所がね無料になったり、一部割引が効いたりするね、とても旅行者に親切なカードです。ということでね、こちらのカードをうまく利用してリスボンを観光してこようと思います。それでは買ってきます。リスボアカードには最初の使用開始時刻から丸1日券、2日券、3日券があり、日数を延ばすごとに割引があります。リスボアカードが購入できるのはリスボン空港とリスボン市内の観光案内所なので、リスボン空港到着時に空港で購入しておくと便利です。Okay, let's go explore. お腹空いたね。Yeah, hungry too. Show you guys the hotel when we get there. では、行ってきます。リスボンは Uber などの配車アプリが使えますが、空港では指定された場所にしか車を呼ぶことができないので、車を呼んだ後はその指定の場所に向かいます。先ほどホテルにチェックインして、今もうちょっとでねサンセットの時間なので、これからサンタアルジア展望台に向かいます。
ちらのリスボン大聖堂はもともとイスラムのモスクがあった場所に建てられたリスボン市内で最も古い教会です。リスボン大聖堂を越えた先にあるのがサンタアルジア展望台です。オレンジ屋根と青い空、そしてテージョ川のコントラストはとても美しいです。サンタアルジア展望台に到着したんですけど、サンセットの時間に着いたんですが、建物でね隠れちゃうんで、ここはサンセットの時間じゃなくて、サンセットより多分2時間ぐらい前に来たら真っ赤なリスボンの景色が楽しめるのかなと思います。まだ滞在期間があるので、また明日明後日でもリベンジしたいと思います。もうお腹がすごい空いてるので、ちょっと今からディナーに向かいます。デビッド来てるなんかちょっと静かなコーナーに入ったなと思ったら、すごい坂、曲がった瞬間にねすごいスティープだね。 This is a lot of work. I'm not complaining yet. We have to do this a few more days. Have to keep snacks on us. いやもうすごい初日からすごい洗礼って感じですね。ね、こけてる大丈夫かな。こける、大人こけちゃう。本当に多分滑るし、坂がきついし、多分みんな膝に来てるんだと思いますよ。気をつけて歩きましょう。っていうかさ、これリスボンに住んでたらもうジムいらないよね。Everybody's gotta have really nice legs い here. や本当にヒップアップできるよ。本当坂がありすぎる。登ったと思ったらさ、もう次はすぐ下るんだもん。でまた登るのね。Yeah, we gotta go back down to go back up. And then around every corner is a beautiful reveal. Very pretty. Yeah, it's springtime now, so things are starting to bloom and birds are out singing. It's not that cold out. Right? 寒くない。 It's warmer そう here 川 than がすぐ Paris. 近くにあるんですけど、I not that cold. リスボン初日の夜はポルトガル料理のお店に行きました。Cheers, kanpai. Good job. Yes, looks great. Perfect. Wow, risotto. まずはお店のおすすめのタコのグリルと、ポルトガル代表料理の一つでもあるアローズ・デ・マリスコと呼ばれる魚介リゾットをオーダーしました。食後にジンジャーニというリスボン地方特産のさくらんぼのお酒をいただきました。Salud. Cheers, kanpai. 美味しい。すごい飲みやすいね。Yeah, it's delicious. Slightly alcohol cherries, perfect cherries. This is their local cherry wine. Really good. おはようございます。ホテルの朝ごはんがめちゃくちゃ美味しくて感動しました。
さて今私たちは車を呼んでジェレニモス修道院に向かっています。今日はねすっごいお天気で、なんか昨日すごい曇ってたみたいなんですけど、今日めちゃくちゃお天気で青空なんで観光日和だと思います。リスボアカードを今日から使っていこうと思ってるんですけど、リスボアカードってね公共の交通機関全部含まれているんですよ。なのでもちろんジェレニモス修道院にも行けるんですけど、昨日すごい疲れてたからちょっと今日朝ゆっくり寝ていたので今タクシーで向かってます。タクシー代を払って Somebody wants to rest more so すごい本当街並みがすごい綺麗なんですよね。Now 9:30 a.m. Wow, look at this building. It's beautiful. ジェレニモス修道院に到着しました。オープン直前に到着したんですけど、ざっともう100人以上は並んでる感じですね。皆さんチケットを持っている列です。これで今開いた。Just opened. So hopefully we can get in soon. あ、そうだそうだ。これすごいもうぐちゃぐちゃになってんだけどBefore we use こんなクランチですポケットに入れたらこうなったこちらのジェレニモス修道院はベレン地区にある世界遺産に認定された修道院で、バスコ・ダ・ガマやエンリケ公会王子などをはじめ、大航海時代に偉業を成し遂げた英雄を称えるために建てられました。しかし1502年に建設がスタートしますが、国内情勢の不安定さやさまざまな障害を乗り越え、着工から300年後に完成します。今修道院の内部に到着しました。こちらの修道院っていうのはインド回廊の開拓とともに香辛料の貿易で得た莫大な富を築いたポルトガルが着工した修道院だと言われています。建築様式はマヌエル様式というね、15世紀頃に大流行した建築様式を採用していて、その建築様式を使用した建物のね最高峰だと言われています。美しい。ここでマヌエル様式とは、航海時代の15、16世紀にポルトガルで流行した建築様式で、ロープや鎖、海藻、貝殻、サンゴなど海にまつわるデザインが取り入れられていることが特徴です。それでは今から修道院に隣接したサンタマリア・デ・ベレン教会に向かいます。今修道院を見てきて隣接してる教会に行こうと思ったんですけど、列がやばい。見てください。今何時？ここが開いて1時間ちょっとでこの大行列ですよ。すごい。知らなかったんだけど、向かって奥の列が修道院に行く列で、向かって右側が教会に入る列、2つ列があるみたいなので、修道院が美しすぎて修道院ですごい時間使っちゃったから、この教会に並ぶのはちょっと諦めようと思います。
これはすごい。多分1時間ぐらい。教会が結構パッと見ちっちゃかったんですよ。 That's why like they're limiting people。 こちらの修道院に隣接している教会の中にはバスコ・ダ・ガマの遺体が安置されています。入りたかったけどちょっとここに1時間は使えないということで次に行きます。ポルトガル大航海時代の栄華を今に伝えているジェレニモス修道院は圧巻でした。次に私たちが向かったのはジェレニモス修道院からすぐ横にある1837年創業のパステル・デ・ナタの元祖と言われているパスティシュ・デ・ベレンです。今言ってきたジェレニモス修道院の修道士たちによって編み出されたレシピを現在も引き継いでいるエッグタルトの老舗店です。ポルトガルに来たら絶対に食べてみたかったエッグタルト。エッグタルトの発祥の地と言われているのがここベレン地区です。今この町で一番有名なパティシュ・デ・ベレンというエッグタルトのお店に来ています。反対側にはねカフェがあって座って食べれるイートインスペースもあるんですけど、とにかく人がちょっと多かったのでテイクアウトのサイドに来て並ばずにすぐ買えました。あったかいから早くいただきましょう。いただきます。美味しい。正直思ってたより全然甘くないです。すごい食べやすい。生地がパリパリ。やば、鳩が来た私鳩嫌いっていうか怖いんですよ。なのに鳩になんかフィーディングしてるんだけどNow I'm gonna try. Here we go. First, authentic pastel de nata. Crunchy, smooth, not too sweet. Has a perfect home-baked taste. It's like the perfect crunch too. これはハマるね。Perfect tasting. パステーデナタのエッグタルトすごく美味しかったです。さてちょっとお腹もね心も満たされたところで今から発見のモニュメントを見に行きます。ジェレニモス修道院から徒歩10分ぐらいです。なんかすごい気持ちがいい公園の中を歩いています。本当今日いいお天気で良かったよね。なんか今実はポルトガルは多分レイニーシーズンらしく、私たちが来た日も結構曇っていたのでちょっと心配してたんだけど、今日は青空になってくれてすごいハッピーです。発見のモニュメントは大航海時代の指導者であるエンリケ航海王子没後500年の1960年に建てられました。テージョ川にそびえ立つ発見のモニュメントの両側には王族、探検家、芸術家、科学者、地図制作者、宣教師など総勢33名がずらりと並んでいます。エンリケ航海王子を先頭にインド航路を開拓したバスコ・ダ・ガマや1549年に日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルなどが並びます。記念碑の正面にある石畳の地面には世界地図が施されたモザイク画が敷かれていて、こちらにはポルトガル人がたどった航海ルートが書かれています。日本もありました。はい、
今発見のモニュメントを見てきたんですけど、これからあそこに見えるベレンの塔に行ってきます。でもちょっと疲れちゃったんで、今からこのスクーターに乗って行ってこようと思います。なんかすごい久しぶりなんだよね。こちらはテージョ川に浮かぶように立つ要塞ベレンの塔で、1520年にバスコ・ダ・ガマのインド回路の発見を記念して建てられました。先ほど言ったジェレニモス修道院と合わせてユネスコ世界遺産に登録されています。ベレンの塔は海のモチーフを取り入れたマヌエル様式とイスラム風の建築様式が取り入れられていて、2つの異なる様式が見事に調和したユニークなデザインになっています。What a cool looking medieval fortress. It looks like something you build out of Legos or a sandcastle on the beach. Wow, unreal. このベレンの塔っていうのはね、中に入って上まで登ることができるんですけど、今日はあいにくメンテナンスのため登れないそうです。ここもねすごく大行列になるみたいだったので、無理だろうなと思ったけど、今日その行列がなかったので何かなと思ったら、今日はメンテナンスのため誰も入れません。ちなみにですね、こちらのベレンの塔っていうのはテージョ川をね監視する役割も担っていたんですけれども、不審な船なんかを見つけては、このベレンの塔の地下には水牢といってね、悪いことをした人たちをこの地下に置いて、海水の満ち引きで海の水で満たされる水牢、牢屋が設置されていたそうです。そういうねちょっとダークな部分もあった塔みたいです。先ほどベレンの塔を後にして、今から LX ファクトリーというねアーティストさんたちによって作られた、おしゃれなお洋服や雑貨屋さん、カフェ、レストランが立ち並ぶクリエイティブな場所に行きます。LX ファクトリーはもともと19世紀に繊維工場だった建物に、さまざまな分野のアーティストたちが工房を構え始め、だんだんと広がっていったと言われています。おしゃれな雑貨屋さんやカフェやレストランなどが立ち並んでいて、とてもアーティスティックな空間です。1999年にリスボンで創業した書店で、2009年から LX ファクトリーに店舗を構えています。天井の高さがある空間に自転車のオブジェがとてもインパクトがあります。この書店はかつて印刷所だったため、その時の印刷機がまだ残っています。この本屋さんすごい大きいですよね。上まで今上がってきたんですけど、奥行きがすごくあります。どれぐらいの本があるんだろう。Thousands. これ10,000。今の時代にこれだけの本の数を書店で見るのは珍しく、まるでおしゃれな図書館のようでした。
トガルのコルクは世界生産量の半分以上を占めていて世界一。コルクといえばワインの栓とかバドミントンのシャトルにも使われていますが、コルク製品を販売するこちらのギフトショップに立ち寄りました。ようやくここの人たちがおすすめしているこのスーパーバーっていうのかな、ポルトガルのビールに挑戦することにしました。結構ね昨日からここのローカルビールは飲んでるけどすごい美味しいよね。乾杯。いただきます。程よいコクで美味しい。なんかすごい優しい味がします。おそらくポテトのポタージュすごい美味しい。リスボンに来てから思うんですけど、めちゃくちゃご飯が美味しいね。ヨーロッパで一番美味しいんじゃないかなと思います。イカのグリルとイワシが来たので、名物イワシですよね。イカとねサーディン、イワシかなのグリルをオーダーしたかったんだけど、両方品切れって言われて4杯だけイカが残ってるっていうのと、1匹だけイワシがねサーディンが残ってるって言ってお姉さんが組み合わせてくれました。優しいよね。So sweet。なので全部トライできる。いただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しい。このグリルの加減と塩加減が最高に美味しいです。Here we go. Really good. I think that they marinate it. Boil it first and then marinate it. It's so good. Perfect tenderness. 初めてメトロに乗ってみる。Tan bonita, ella siempre se ha parecido a Yemaya, y por la calle con su ropa azul camina, y todo el mundo está gritando, ay cómo va, ella responde, yala, 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 y hace su Yemaya, yala, yala, yala.リスボンといえばねケーブルカーが有名だと思うんですけど、ケーブルカーに乗りに来ています。すごい結構ちっちゃいんでね、そんなにたくさんの人を入れれないので十数人が精一杯だと思うので、今結構列ができているんですけれども、今から乗っていきたいと思います。こちらのケーブルカーは
リスボアカードに含まれています。 sigue bajando así al 7つの丘があるリスボンはとにかく坂だらけですが、そんな街の救世主がこちらの可愛らしいケーブルカーです。開通したのはなんと1892年で、開業当初は水力利用、後に蒸気式、そして1914年からは電動になっています。 nuevo. So excited. It's the first time riding this cable car on the top of the hill. Let's see what it looks like. Stand. 19世紀のケーブル鉄道でレトロな坂道を2台の車両が運行しています。3分ほどで終点まで着きます。さて、これから別のケーブルカーに乗り換えてリスボンの夕日を見に初日に立ち寄ったサンタアルジア展望台に向かいます。サンタアルジア展望台に来ました。今日はね、人がちょっと少なめですね。早めに来たんですけど、今日リベンジできてよかったです。先ほどサンタアルジア展望台に行ってきたんですけど、今私たちはその先にあるポルタス・ド・ソル展望台に来ています。こちらに立ち寄るのもお忘れなく。先ほどとはね、ちょっとまた違った開けた景色が見えます。こちらは観光客でにぎわう繁華街バイシャ地区にあるコメルシオ広場です。コメルシオ広場とはポルトガル語で貿易広場という意味で、大航海時代には貿易の窓口として栄えていたことからコメルシオという名前がついています。広場の中央には18世紀の国王ジョゼ1世の騎馬像が立ち、その奥には勝利の門があります。こちらの勝利の門は
1755年のリスボン大震災の復興を記念して作られました。本日ラストのストップはコメルシオ広場に到着しました。もうねすっかり日が落ちてしまって真っ暗になっちゃって結構肌寒いんですけど、とにかくすごくここは広いです。なんとねこの広場は一辺が200メートルもある大きな広場だということです。この周りはね飲食店レストランが結構あるみたいだから観光してからねこの辺でディナーしたりランチしたりするっていうのはいい気がします。ということでもうね日が落ちて暗くなってしまってちょっと肌寒くなってきてお腹も空いてるので今からディナーに向かいたいと思います。さて今夜のディナーは私たちのステイしているホテルに隣接するリストランテ・デルフィーナに行ってきました。実は2日連続で通ってしまうほど何を頼んでも美味しかったです。グリルされたタコのサラダは絶品です。皆様おはようございます。今日は朝も早からねこちらのとてもインパクトがある建物の前に来ています。でですね、こちらの建物はサンタジュスタのエレベーターといって世界的に有名なねエッフェル塔を建てたエッフェルさんのお弟子さんが手掛けたものです。なんかねそう言われてみたらどことなくエッフェル塔に雰囲気が似てますよね。こちらのエレベーターっていうのはね本当に実用的なもので丘の上にあるバイロアルト地区と停車のバイシャ地区、この2つの地区っていうのはね高低差がなんと30メートルもあるということで、その2つの地区を結ぶために建てられた移動用のねエレベーターです。ということで私たちもね早速このエレベーターに登ってみましょう。朝の7時なんですけどこのエレベーターの前ってね日中はやっぱり1時間近く並ぶみたいなので待ちたくないっていう方は朝一で来たら誰もいないですねでも動いてるのかなと思ったらさっき動いてたので、私たちも行ってみます。You think they're morning commuters or tourists? Most likely commuters。リスボンっていうのは本当に丘がね6つぐらいあるので曲がり角を曲がった瞬間にすごい坂がねそびえ立つような街なんですけど、こうやってね昨日乗ったケーブルカーだったりこのようなエレベーターがね人々の暮らしを支えているんだなと思いました。リフトの内装はレトロな雰囲気が漂います。リフトは高さ45メートルで最上階に到着するとリスボンの街並みを360度のパノラマビューで楽しむことができます。リフトを使ってね上まで上がってきたんですけど、こちらもちなみにリスボアカードが使えます。で料金はもしリスボアカードを持っていない方は 6.1 ユーロだったかな、 6.1 ユーロと書いてありました。正直さちょっと高いよねごめんこれ思わない？ Don't you think？ なんかキャッシュで払わないといけないのかな。多分カード、ちょっと聞くの忘れてましたけどキャッシュがあった方がいいかもしれない、ということでした。でも朝一本当誰もいなくていいよねどこを見渡しても絶景が広がります。I'm a huge fan of Art Nouveau art, and I feel like this is a good example of Art Nouveau in the early 1900s.
beautiful. And there's no people here. Get here early if you want this experience.サンタジュスタのリフトに登ってきて降りてきました。往復でさ6ユーロなのかなと思ってたら片道6ユーロでした。でなんかちょっと載せとくんですけど、こちらのカードは使えるみたいです。まあでも綺麗だったね。あわよくば晴れてたらもっとね綺麗に見えたのかなと思うんですけど、まあ、やはり何度も言っている通りね、ここは日中はすごく並ぶと聞いていたので、朝早めに来たら本当に誰もいないという状況なので、そこはおすすめします。それでは今からですねエッグタルトが食べたいなと思って、昨日とはね別のナタ工場っていう名前がついているエッグタルト屋さんに今から行ってこようと思います。私たちにとっては今回の、リスボンの旅で3種類目のエッグタルトをいただきます。覚えてるうちにね食べ比べができたらと思って、こちらのお店はねいくつかセットがあって、コーヒーとかともセットにできるし、エッグタルト以外のものも結構販売してました。朝から朝ごはん全然できると思います。卵料理が結構ありました。でも私が選んだのはこちらのポルトワインとエッグタルトのセット。これで 4.5 ユーロだったかな。早朝からポルトワインを飲むってなかなかないと思うので、今いただきたいと思います。美味しい。てか人生で初めてかも早朝からポルトワインを飲むってまあ旅行中だからいいよね。さてじゃあエッグタルトいただきます。昨日のパスティオ・デ・ベレンに比べると少し甘めな気がします。カスタードが濃厚、こっちの方が昨日のエッグタルトの方がもうちょっとシンプルな味がした気がします。こっちの方が結構カスタードが甘いかもしれない。美味しい。すごいパリパリだし、デビッドもトライしてください。お願いします。いただきます。Cheers, Kanpai. First taste. Tastes like a strong wine, but not alcoholic. Rich flavor of a deep grape and cherry flavor. It's not bad for breakfast. Maybe we should keep doing this. It's actually went well with Oh, it does. Okay, here we go. egg tart. I was surprised. Yeah, because this is like a real rich berry flavor. So it's going to go well with the cream, I think. いただきます。First of all, perfect temperature. Warm, it's creamy, crispy. It's good. It's a good way to start the day. Excuse me. I think it's good. I wish I could pour this on there. 確かに I think ね。 it'd be a good combination. 確かに。We need like adult version. Right. I'll mix it in my mouth. そうこのポルトワインとエッグタルト普通に合います。Right. I didn't think about it, but yeah, they go together really well. Right. It'd be nice after eating a big dinner, fresh fish, and whatever Lisbon, Portugal food has, and then coming here, walking around to walk off dinner, and then having dessert here would be great to have these together. Nice way to end the day.
every day. If we could. Or breakfast. Or we'll start the day here and just go back, go backwards. 今ホテルに戻ってきて、今から私たちはチェックアウトをして空港の方に向かうんですけれども、 It was our first time in Lisbon. Loved it. Really thinking about coming back soon. 本当そう。まずご飯が美味しい。Food was so good. Food was good, weather's good, people are nice and warm and sweet. Yeah, everybody was excited. It seemed to be here as well, the tourists. すごかったね。びっくりするぐらい旅行者が多かったです。なんか今は多分ハイシーズンではないと思うんですけど、オフシーズンでこれっていうことは、昨日のねジェレニモス修道院の列を見てびっくりしたんですけど、もう本当にリスボンって大人気、ポルトガルは多分大人気ですね。やっぱりそのね、さっきもデビットが言ってたんですけど、本当に皆さん優しい、すごい親切な人が多くて、でとにかく食べ物が美味しい。そして西ヨーロッパの中でも比較的ね物価が安い方だということで、多分それもあるのかなと思って、とにかく大好きな街になりました。また帰ってきたいです。次はねポルトとか行ってみたいよね。Yeah, definitely want to see some more parts of Portugal. This is a tiny little bit of it. And we got a good experience, so it's nice to think about coming back soon. ということで今からね、私たちはバタバタ空港に向かいたいと思います。皆様ここまでご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。Thank you for watching, everyone. Please subscribe and like the video. よろしくお願いします。皆様良い一日をお過ごしください。バイバイ。Bye bye. See you soon.